感情の意思決定は悲劇を生みます。結局は育たず、現場はさらに混乱すると。人を増やすという行為は単なる救済ではなく戦略的な。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験から培った組織づくり、育成術などお話ししています。興味のある方、見ていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。本日のテーマがですね、管理職に必要な戦略的人員配置の考え方ということで、こちらどういった内容になってますでしょうか？はい、これも問いがですね、はい。チームに人を増やすべきタイミングはどこかという、問いをいただきまして、はい。タスクがパンパンになる前に人を増やしておくべきか、それともパンパンになってから増やすのかと、売上とか教育コストとか、そういったものの影響を踏まえた適切な判断基準ありますかという問いがありましたと。最近チームがパンパンでそろそろ人増やしたいんですけどと。管理職なら一度はこういう相談を受けたことがあると思います。確かに目の前の仕事が多くて苦しそうなチームを見ると、人入れてあげようかなと、人入れてあげたいなと、いうのが自然な感情なのかなと思います。しかし、忙しいから人増やしてよと、感情の意思決定は悲劇を生みます。主観や感覚値での増員は悲劇を生む。これよくですね、ベンチャーあるあるで管理部肥大しちゃったよと。こんなのもよくあります。でもですね、私たちも過去にこういう失敗も幾度も経験してますと。忙しいから、それしか言わないから人増やした。人増やしてください。人増やした。けれどですね、教育体制が整っておらずとか、結局は育たず、現場はさらに混乱すると。今まで5人でやっていた仕事を6人、7人と増やしたのに、あれと、生産性変わってないぞと。固定費だけ増えて、当然収益性は悪化すると。そして気づきました。人を増やすという行為は、単なる救済ではなく戦略的な投資であると。そう考えなければならないということですね。だから、今こう考えています。人を増やすかどうかは、今の忙しさだけでなく、その人が1年後、2年後、3年後、どんな価値を生み出すかまでを含めて判断するべきだと。なので、判断軸は大きく2つです。収益性、そしてもう一つ、戦略性。似て非なるかなと思いますけど、当然人を入れるということは、もちろんお給料を払ってとか、様々なコストを抱えて入れますので、今入れたら収益どうなるかということも当然計算しなきゃいけないですよね。で、戦略性って言ってるのは、ただ人を入れたら売り上げが上がるとか、収益性良くなるみたいな戦略を持ってですね、今後の成長展開とか育成とかとちゃんと繋がってるかどうかみたいなことを考えると、収益性も戦略性も完璧にこれだって入れていいよと目指しますけど、でもあんまり計算しきれない部分もあるので、むしろ完璧待ってたら機を逃す場合もありますから、ポイントはしっかり収益性をとか戦略性を数値で計算式さえ用意しておけば判断は容易です。なるほど。なので入れてその人が本当に予定通り活躍してるからは分かりませんけども、でも入れたことによっての収益性の計算と戦略性の計算さえできていればそんなに困ることはないかなと。なのでとにかく、数値で計算式さえ用意しておけば判断は容易だと。人が足りないと言われた時に明確に事実として足りない根拠を用意できるかみたいな話ですね。で、人を入れたらうまくいく場合こうなるはずという計算式、うまくいかなくてもこういうリスクだけ許容だと、リスクがあるという計算式、こういったものを用意しておけば判断は容易だということですね。なるほど。だから人を増やす判断とは、未来の組織にどんな姿を作るかを問う、マネージャーとかに採用権限がありますね。採用権限がある人はマネージャーじゃなくてもそうだし、そういう人たちの核を
でもあるかなと思うんですよね。うん。なんで今の延長で考えるんじゃなくて、1年後、2年後、3年後みたいな、はい。ちょっと時間軸を長くしてですね、考えて想像してみてくださいと。うん。その姿に自信を持って、人が必要だ、この人が必要だ、と言えるんなら、判断は正しかろうと思いますと。うん。ある意味管理職の大切な仕事の一つに、人を入れるかどうかもあるんですけど、人を入れるなら、どう育て、どう生かすかまで、やっぱ設計しなきゃいけませんよね。うん。そういうことですかね。はい。はい。なるほど。忙しいから増やすは、とにかく危険な感覚判断なので、判断は常に現状の収益性かける将来戦略性の両軸からやるみたいな感じですね。なるほど。はい。は短期のね、収益性で言うならば、採用とか教育固定費を上回る、ちゃんとその一人当たり粗利が見込めるかとか、他を補えるかとか、成長性、戦略的性で言うならば、中長期で、例えば弊社だったら拠点展開とか、新事業の制定とか、ね、先行投資として意味があるのかと。こういう視点ですよね。ある意味管理職に求められる判断軸を考えたときに、はい。人員計画っていうのは経営感覚と構造思考のトレーニング機会でもあると。これが上手い人は業績上げられるし、下手な人は現状維持か加工みたいなね。はい。そんなとこですよね。よくある失敗事例は、教育が間に合わないまま増員。はい。現場が疲弊して育成こそ結局倍増しちゃったと。こういうリスクもあると。あとは役割不明のまま人を増やす。これよく管理部門で肥大化、忙しいからって増やしました。はい、管理部門が肥大化して現場と分断されちゃうとか、感覚で人入れちゃう。これね、当然一人当たり生産性下がったりしますよ。利益率悪化しますと。確かに。なんでやっぱり数値で判断と判断基準を決めておくってことですよね。なるほど。はい。例えば、こういう考え方できません。業務もうね、切迫してるかみたいな。ノーだったら現状維持かもしれないし、イエスだったら、じゃあ収益性シミュレーションしたか。ノーだったら当然根拠出せないから見送りだし、イエスだったら教育体制ある程度大丈夫か。ノーだったら見送るかもしれないし、イエスだったら入れるし、中長期の戦略に一致してるか、ノーだったら再検討。イエスだったら採用育成フェーズに移行しようぜ。決めとけば全然難しくないですよ。そっか。ここまで判断材料があるんですね、実は。もっと言うとね、例えば、粗利で採用教育コストを十分に回収できる見込みがあるかどうかとか、教える人教育設計が、一定以上、自分たちでどうするか決めますけど、整ってるかどうかとか、逆に言うと教育があんまり潤沢でないとしても、ちゃんと仕事ができる、すぐに生産活動できる、あとは業務分担設計ができてて、効果がはっきりしてる、一人入れたらこうなるよね、ここに、みたいな。ここに一人入れたらこうなるよね。拠点展開や役職育成など、戦略面と整合性があるのかどうかとか。これら全部を第三者とか他者にですね、ロジカルに説明できる資料を用意できるのかどうなのかとか、そんな感じですよね。なるほど。だから人を増やす判断っていうのは感覚ではなくて、戦略、構造、収益みたいなところから導きますよと。管理職が組織の未来を作る判断をする第一歩みたいな話でもありますから、その時に忙しいからただ人入れたんだって、あれって組織の未来を作る判断なのに、忙しいから人入れたって、それ未来見てますかって話になるってことですね。なんか増員判断をね、迫られたチームマネージャーの意思決定みたいな感じでね、ケーススタディ教材みたいな感じですかね。やってみても面白いかもしれないですけど、ありがとうございます。管理職に必要な戦略的人員配置の考え方ということで、人員計画っていうのは、収益とか戦略から導く逆算型の意思決定であるべきと、ああいうお話をさせていただきました。今日は以上になります。最後まで見ちゃった方、何か一つでも気づき、学びがあった人がいらっしゃったら嬉しい限りです。ありがとうございました。